ボール板が以前から欲しかったのですが、オークションに錆だらけの安いのがあったので買ってみました。とはいえ送料が高くて、後日近所のリサイクルショップで総額は同等ながらはるかに状態の良いものを見つけるというオチがつきましたが、それはさておき早速現物の確認です。見ての通り、鋳物も板金も錆だらけです。そこでいろいろな方法で錆取りをしていきますが、今回は海外のレストア系でよく見かけるエバポラストを初めて使ってみます。まずは試しにハンドルの錆取りをしてみます。クロムメッキに浮いている錆は真鍮ブラシで落とします。マイクログラインダーで真鍮ブラシを使うと切れたワイヤーが飛んでくるので袋の中で作業をしています。普通クロムメッキの錆は小さな虫食い状で、それを取るだけでも結構きれいになりました。この状態でエバポラストに漬け込んでみます。4時間ぐらい漬け込んだ結果がこれ。取りきれなかった錆は消えて、クロムメッキの輝きまで戻っていてびっくり。評判通りです。ちなみにエバポラストの錆落としは公式情報ではないですが、どうもキレートという化学反応のようです。赤錆や黒錆より鉄と強く反応し、表面に被覆を作る成分で、錆は分解するけど母材を溶かすわけではないようです。この辺が酸とは違うところで多少の防水効果もあるそうです。本格的に錆取りをすべく分解を進めます。外したネジなどはエバポラストに漬け込んでおきましたが、今回は下処理なしなので4時間ぐらいでもまだ不十分のようです。一旦取り出してみましたが、錆の少ないものはきれいになっていました。黒染めまで落ちています。錆の深いところはまだ取り切れていないので、さらに丸1日ぐらい漬け込んだら大体取れました。大きな部品はエバポラストで錆取りするのは金銭的にもったいないので、ここは頑張ってできるだけ削り落とします。まず基本は真鍮のワイヤーブラシ。浮いている錆には抜群に向いていますし、塗装面も焼き付け塗装なら多少は耐えてくれるので一気に削ってしまいます。とりあえず浮き錆はしっかり落とせました。平面を狂わせないように残った錆取りをオービタルサンダーで試してみますが、細かい錆は取れますが、いまいち効率が悪いです。ある程度取れたらティッシュに含ましたエバポラストでパックしておきます。アフターの画像がないですが、ケチったのでいまいちな仕上がりです。映像が戻りますが、コラムの錆は深くて黒錆になっています。コラムの錆は動きに影響するのでヤスリで徹底的に落とします。ホームセンターで見つけた良さそうなのがこれ。本当はグラインダー用ですが、ドリルドライバーにつけてみます。軸はバフ用なので触れまくっているのはご愛嬌。なんと面白いぐらいに錆が取れます。スポンジタイプの研磨剤は目詰まりしないので作業効率が良いのですが、これは想像以上でした。もちろん表面にはかなり傷をつけてしまいますが、能力の高さには驚きました。コラム根元のフランジは錆防止も兼ねて転換剤を塗ります。もう20年ぐらい前に買って変色していますが、まだ使えます。これは赤錆を安定な黒錆に変化させる成分を含み、なおかつ水性ウレタン塗料にもなっているもののようです。コラムの方まではみ出しましたが、黒くなっているのがわかるでしょうか。1日乾燥させてこの状態、渋い仕上がりになりました。錆を封じるだけなら一番簡単な方法です。数ヶ月にわたってちまちま作業してきて、ようやく部品が揃ったので組み立て直します。
ベース上面やネジの状態に注目していただければと思います。だいぶ綺麗になりました。しかしこのドリル、やっぱり安物であちこち突っ込みどころが多いです。それについてはまた別にご紹介できればと思います。外観レストアではないので見てくれの変化は少ないですが、触りたくないぐらいだったのが少しはまともな状態になって満足しています。錆取りのヒントになれば幸いです。